若者よ、労働したら負けだぞ。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望と共に寄り添ってゆく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルようこそということでね。さあ、今日はね、あれですね、視聴者様からのね、お便り第2弾ということでね、そう、質問コーナー、いや、質問コーナーじゃないな、なんて言うんでしょう、お題ですよね、そう、ね、人生、地球、宇宙、ね、様々な疑問だったり、はたまたね、そう、様々な問題についてね、世界を滅ぼすものネガティブマンとしてお前はどう思っているのかというね、そういうね、はがきがね、山のようにね、この冷え冷えとしたね、部屋に山積みにされてね、山になっているのでね、そこからまたね、僕なりの回答というかね、考えを述べていこうと思いますね。皆さんよろしくお願いします。そう。このチャンネルはね、皆様の憎しみとね、絶望、そんなもので成り立っているね、そう、世界最悪のチャンネルでございます。さあ、今日のお便りはですね、そう、自分と合う人間の見分け方は、ね、自分と合う人間の見分け方ですよ。難しいですよ、これ。簡単なようで難しいお題をいただきましたね。いやー、正直ね、私もね、このお題をいただいてからね、しばらく経ちましてね、そう、断るごとに思い返してみて考えてみたんですけれどもね、瞬時にわかるような見分け方っていうのはないという結論から申し上げてね、見分け方などないです。残念ですね。そう、残念です。自分と合う人間の見分け方は結論から申し上げてないというね、このホニャララさんのね、お題に対して非常に申し訳ないんですけれどもね、そう、ないなぁと思って、そう。まず第一にですよ、あれじゃないですか。やっぱりこう、男と女じゃないですけど、やっぱりこう、ね、一方通行になっちゃ困るわけじゃないですか。ね、合うって言うんですから。見分け方って言ってるわけですからね。自分はものすごく好意を抱いてる。男と女とかそういう性的な話じゃなくて、ね、知り合いでも仕事上で、労働上でね、そう、会う人たちだったりとか、学校だったりとかね、いろいろなね、こう趣味で出会う人たちだったりとか、いろいろありますよね、人間関係っていうのはね。非常に人間関係っていうのはろくでもないです。そういう中でね、自分と合うんじゃないのかっていう人の見分け方はないんですけれども、なんでないのかっていうと、一方通行だと困るんじゃないですか。自分がすごく、この人の考え方とか態度とかね、自分と合うな、ほっこりするな、みたいなね、ことがあったとしてもですよ。実際こう、話してみてね、なんかとてつもなくこう嫌なところが見えてみたりね、自分はもう 100% その人を気に入っているんだけれども、合うなって思うんだけれども、その人にとっては単純にね、話を合わせてくれてるだけだったり、ね、そう。その人は自分のことをね、めんどくさいやつだなとかね、なんか無礼なやつだなとかね、単純に不潔で、ね、気持ち悪いなとかね、思ったら合わないわけじゃないですか。ね。それこそ男と女のマッチングみたいな話になってきますけれどもね。
こちらが合うと思っても向こうが合わないな、この人と話してるとイライラするな、ね、やってることも言ってることもね気に食わないなみたいなね、そういう合わなさっていうのを向こうが感じてしまったら終わりじゃないですか、結局ね。そういうことね、何もあれじゃないですか、合う合わないっていうことを話すときにね、向こうが逆の話もあるじゃないですか。向こうがものすごく自分のことを気に入ってくれてると、それは非常に嬉しいけれども、なんて言うんだろう、その人に対し、その人はものすごく気に入ってくれているけれども、自分としては単に話をねそこそこ合わせてるだけだったりとかね、作り笑いをしているだけだったりとか、はたまたなんて言うんでしょうね、たまたま趣味があったから、なんて言うんだろうな、こう話のついでとしてこうね話を合わせてるだけだったりとかすることもあるわけじゃないですかね。そう、また人間関係をそんなにね破綻させたくないから、そんなに喧嘩腰になるわけにもいかないですしね。特に自分を気に入ってくれてるわけですから、それはありがたいなと思うけれどもね。そう、こっちとしてはね単に話を合わせてるだけなんだけどなっていうね、その人のね生理的気持ち悪さだったりとか、なんて言うんだろうな、態度だったりっていうものに内心ね気に入られてるからものすごく嬉しいけれども、この人の言動は、この人の態度はちょっとどうなんだろうっていう嫌なパターンね。皆さんどうです？長い間生きてきてそういうことだってあるわけじゃないですか。ものすごく気に入られてるけど、正直ね別にそんなに親しくなりたくもないなみたいなね、悲しいことだってあるわけじゃないですか。ものすごく気に入られてものすごく感謝するけれどもね、自分は合うように演じているだけみたいな面もあるわけじゃないですか。それで先ほど申し上げたようにこう、ね、自分はものすごく好意を抱いて、この人は本当に親友になれそうだなみたいなね、それぐらい合う人だななんて思ってみたとしても、相手がねそう意外とそうも思ってなかったりとかするわけじゃないですかね。それで今度ねまたお会いしましょうとかね、飲みに行きましょうとかね、そうね、今度どこそこ行きましょうみたいなね、またお話ししましょうみたいなことがあったとしてもですよ、それっきりっていうね、そういうこともあると思うんですよ。ということは話したりしたとしても合うか合わないかっていうのは微妙ですよね。本当に合ってるんだろうかっていうことはありますよね。また逆にですよ、逆のパターンで言えばですよ、第2にですよ、全くこう漫才のデコボココンビみたいにこう性格とかも水と油でね、お互いに嫌ってたりとかして、でもなんて言うんだろう、年数が経っていくうちにね、意外と話をしてみたらなんか馬が合うなね、お互いに文句を言いながらもなんか馬があって、いつの間にか仲良くなって、そして意外と助けられて、お互い助けられたりとかしてね、そうやってすごく深くね会う人になっていくみたいなパターンがあるんですよ、人生ね。私もね2011年に死んだんですけれどもね、僕のね絶望の時にね、いっぱいいろいろとね僕の絶望話だったりこうねを聞いてくれたりとか慰めてくれたりとかねした松本さんっていう人がいるんですけれどもね、最近ねどこに消えたんだか会ってませんけれどもね、松本さんには頭が上がりませんけど、松本さんっていうね男の人なんですけれど、当初ね知り合ってから4、5年ぐらいはねそんなにねあんまりお互いよく思ってなかったんですよね。そんな喋ることもなかったし、でもね
僕がそういう風な状態になっていろいろね、そう僕はもう当時絶望していましたから、もういろんな人にね愚痴やそうね文句を垂れていたんですけど、意外と話してみるとね、松本さん僕と同じような失敗をたくさんしていてね、そうもう仲間と言えるぐらいのねもうひどい人生を歩んできて、あ、そうなんだと、それは知らなかったと。で知ってからはね、そうお互いにね傷を舐め合うと言いましょうかね、そう非常にねよくそう愚痴を言ったりとかね、絶望を語っていく上ですごく慰められたり笑い合えたりとかして、非常に深い仲になってね、非常に助けられましたよ。そうっていうことがあるわけですよね。で意外とちゃんと話してみれば逆に会うっていうパターンもあるわけですよね。そうお互いにそんなにっていうことでもなかったけれども、会う人間ね、会う人間どころか同じような人間、そうだから会う人間の見分け方はないのかもしれないけれども、唯一あるとするのならば自分とやっぱり最終的にはこう本質がこう似ている人が会わざるを得ないと言いましょうかね。自己嫌悪っていうかこうなんて言うんでしょうね、同族嫌悪みたいに嫌い合うっていうこともあるんでしょうけれども、やっぱりこうなんて言うんでしょうね、会う人間やっぱりなんだろうな、こう絶望の部分、非常にネガティブな部分で、私ネガティブマンですけども、ネガティブな部分で話が合うっていうのが一つの見分け方の一つなのかなと、まあちょっと思いますね。やっぱりこうなんて言うんでしょうね、やっぱり自己責任ね、自己責任だろじゃないんだよっていうね話がありますけど、自己責任とか言っちゃう人とはね生涯は分かり合えないわけじゃないですか。私のような男はね、そう親ガチャ否定民とかとはね一生分かり合えないしね、そう好きあらば僕は殺したいし、そういう人たちをね皆殺しにしたいと思ってるし、やっぱりそういう人とは本質的にはね分かり合えないっていうことはやっぱり合わないですよね。ところがですよ、やっぱりこうね環境とかね、なんていうのさ、社会的な立場だったり年齢だったりっていうのを超えてね、やっぱりこうねこの世界は滅ぼすべきとまでいかないまでもこうね、やっぱりうんちでクソだなみたいなね、こうね人生は辛いよねっていう、そのネガティブな部分でこうしっかりとね世の中をこうしっかり見てる人とはやっぱりね、どうしたってやっぱり合うんじゃないのかなと思います。だから見分け方パッと見とかね、少し関係を持ったぐらいじゃわからないけれども、見分け方のこのポイントとしては一つあるのならば、やっぱりネガティブな部分で合うか合わないかってところなんじゃないでしょうかね。だってサイコパスのやつと話したってあれじゃないですか、ネガティブな部分で合うわけがないんですよね。人の気持ちがわからないんですから、あいつらはね。痛みがわからないわけですからね。あいつら僕はよくサイコパスをね攻撃してねあれするんですけれども、やっぱり奴らに対する一番の攻撃は後悔させるしかないんですよね。損をしたと思わせないといけないんでね。そうじゃなくって、やっぱりネガティブな部分で共感できる人が一つ見分け方の一つなんじゃないですかね。でこれは普通の人だってそうじゃないですか。結局僕みたいにネガティブじゃない人だったりとかしてもなんて言うんでしょうね、ネガティブな部分の浅さにさっきねサイコパスとかね、なんか自己責任が
みたいな人たちもね、少しは悲しみっていうものがあったりとか、後悔っていうものがあったりとかするんでしょうから、そういう浅いところで分かり合えたらば、そういう人たちもね、結局そういう人たち同士で気が合うんでしょうしね。そうね、やっぱり底辺な連中はクソだねとかね、分かる分かるみたいなね、そういう非常にね、愚かな人間のネガティブな部分で分かり合えるんでしょう、彼らは。多分彼らは彼らなりにね、非常に人間として劣っていて劣悪でね、語るにも足らないね、皆殺しにすればいい存在ですけれども、そういう非常に劣化した人間同士はやっぱりネガティブな劣化した部分で合うんですよ、きっと。多分合うと思うんですよね。そうだね、そうだね、みたいなね。そう。そして意識高い系みたいなね、なんかわけのわかんない行動原理で、また盛り上がるんでしょ。ね、そう。一つ一つ論破してね、もう泣かせてやりたいですけれどもね。とにかくまあね、だからそういう、そう、結局そこなんじゃないのかなっていうね。ポジティブっていうのは、こう、なんていうの、砂上の楼閣みたいなもので、そう、どんなポジティブなやつがいたとしても、そのポジティブっていうのは実体がないですからね。結局、分かり合う部分っていうのは何て言うんだろうな。ホームレスは殺していいとかそういうことを抜かすね。そういうなんて言うんでしょう、人間の心として非常に劣悪な部分、ネガティブな部分で共感し合える人たちは共感しちゃうんでしょ。で、私のようにね、いやいやいや、そんなことはないと。ね、人間は悲しい、ね、苦労ばかりさせられるね、苦しい存在なんですというところでね、いや、そうだねっていう、そういうネガティブな部分でこうね、合致する人はやっぱりね、僕と合うし、そう。ネガティブな部分なんじゃないですかね。それを語り合えて共感できるかどうかなのかな、見分け方ってね。でもやっぱり、ね、とは言っても、本質的に見分けるっていうことはちょっと難しいですよね。難しいと思いますね。つまり裸の心にならないといけないっていう一番の問題があるわけですよね。友達でも何でもそうじゃないですか。恋人でもね、やっぱり長続きする人って結局正直な、ね、お互いに正直な心持ちっていうのをね連発できる、正直なね、お前それは間違ってるよとか、いやお前それはろくでもないけれどもね分かる気がするとかね、なんか正直にね、正直にこうお互い言える人たちが長続きするわけじゃないですか。そう、長続きしないとまた合うか合わないかっていうのは分からないですよね。そうそうなんですよ。だから長い人間関係性っていうものが構築できるか否かっていうのをまた一つ、この問題についてね、合う人間の見分け方って言われてもって言っても、結局ね、一期一会みたいな、本当にね、人生で2、3回しか会いませんでしたみたいな人と会うか会わないかはもう全く分かるわけがないんでね、長く付き合ってみないと分からないですよね。そうパッと見だからね、芸能人とかね、またはミュージシャンでも何でもいいですけれどもね、有名人、ね、政治家でも何でもいいですけれども、いやですか、ああこの人の考え方とかね、態度とかね、そう性格とかを見てるときっと俺と合うんだろうなみたいなことはいっぱいあるんですけれど、または合わないなとかあるんでしょうけれども、これ実際ね、その人の本音を言ってるかどうかもわからないしね、長い間付き合ってみないとね、合うか合わないかわからないという時点で見分け方っていうのはない、
残念ながらないのかな。そう、さっきの松本さんの話もそうですしね。そう、この間ね、僕が生涯初めて、そして2回目のバーベキューをして、それに誘ってくれたね、そう、人とかね、あんまりね、名前を挙げるとあれですけど、そう、彼なんかもね、彼って言っていいのかわかんないですけど、そう、〇〇さんもね、またね、あれですからね、さっきの松本さんもそうですけど、ものすごく最初はそんな印象良くなかったわけですからね。そう。そう。バーベキューに連れてってくれた人なんていうのは、ね、向こうはものすごく気に入ってくれたけど、僕はなんかこうね、彼はこう、なんて言うんでしょうね、営業職みたいな非常に喋りとかね、非常に上手い人なんで、なんか怪しい宗教に誘われるんじゃないかと思って、すごく警戒していましたけれどもね。長い付き合いの中で、ああ、こういう人なんだなっていう安心感とともにね、じゃあやっぱり怪しくないのならね、そう、もともとね、話してて馬があったのでね、っていう感じじゃないですか。やっぱ何年も付き合ってみないとね、わからないですよね。お互いに本音を話せるぐらいまでいかないと、本当に合うかどうかっていうのは、本音を話した上で合わないっていうこともまたありますからね。本音を話してみたけれども、やっぱりそれはおかしいよ。お前サイコパスだよっていうパターンもありますからね。それは分かりませんよね。だから合う合わないっていう人間のね根本に迫るね。まあ大体合うか合わないかぐらいの深い仲になるっていうことはそうそうないですよ。でもね、労働上だったり学校上だったりほんの数年間だったりするわけじゃないですか。そう、これがね、そうなんだろうな。まあでもどうなんでしょうね。縁にしっていうこともありますよね。またね、スピリチュアルな感じで大嫌いですけれどもね、縁ですよね。やっぱ80億いるんだから、自分の人生で会う人っていうのをね、考えてみたらね、数百人から数千人ぐらいが限度でしょ。やっぱそういった中でこう、ね、そう。嫌いなやつとか殺したいやつはたくさん出てくるけれども、会う人ってなかなかね、いなかったりするわけじゃないですか。だから、まあね、親友がたくさんいますなんてことはありえないわけじゃないですか。やっぱりね、親友とかが言えるのはせいぜい1人か2人の話じゃないですか。っていうことは、人間って多分会う人って多分そんなに多くないんじゃないのかなっていう元々の問題の話があります。元々の問題の話がね、そもそも会う人ってなんだよっていう話ですよね。いや、それはなんて言うんでしょうね。何も気を使わずにね、だらだら話しても、そう、お互いが分かり合えたり楽しかったり、ね、ポンポン言葉のキャッチボールができたり、またはキャッチボールがなくっても、ね、私もなんだろうな、そう、遠くへ出かける用事があって、でもお互いあんまり喋んなくっても別にそんなに悪い感じじゃないみたいな人がね、過去にもいましたけれども、やっぱそういう人で多分合うんですよ、多分ね。疲れない人、疲れない人でもありますよね。そして本音が話せる人だったりしますかね。そう。まあ見分け方、今一つひらめきましたけれどもね、見分け方難しいなって思いますけど、やっぱり何かね、誘ってみたらいいんじゃないですかね、見分け方としてね。表面上合わせてくれてるだけだったら、例えば飲みに行きましょうだとかね、例えばアクティビティにね、なんかどうです温泉とかね、いい温泉知ってるんですよみたいなね、そういうことでいいですよみたいなね、
ゴルフ行きましょうよとかね、そうそう、どこそこ行きましょうよみたいな、そういうのを誘ってみるっていうのは一つ手ですよね。自分が合うなと思った人と本当に合うのかどうかっていうのね、ちょっとした遊びねに誘ってみるといいんじゃないですかね。なんか男と女みたいで気持ち悪いですけれどもね、でも一つ誘ってみればいいんじゃないですか。表面上だったらあれじゃないですか、めんどくさいから死の子の理由つけて断られるし、そうね、意外と受けてもらってね、意外と話してみたら意外と合わなかったっていうこともあるだろうし、本音で話し合ってみたらね、そう、見分け方の一つとして、一つ何かこうね、遊びでもなんてアクティビティな何かでもね、一つ誘ってみて、こう腹を割って話してみたりとかね、無邪気にね遊んでみたりしたら本性がわかるんじゃないですか。本性っていうか、合うか合わないかっていうのはね、そういう遊びだったり、こう飲みの席だったりっていうところで、そこでもまだ気を使うようだったらお互いにね、やっぱ合わないんでしょうしね。そういろんなほら、人となんて言うんでしょうね、行動を共にするっていうのはイライラすることがたくさん出てくるじゃないですか。移動だったりね、また現場についてみたりとか、いろいろこう嫌なことが世の中たくさんありますからね。そういった時にね、合うか合わないかが分かるんじゃないですかね。そうっていうのもね、なんか男と女みたいな話なね、なんかそういう人を試すみたいなところが僕は一番大嫌いなんでね、おすすめはしませんけれどもね、意外と軽いノリで乗ってきてくれて、意外とね、そう腹を割って話してね、そうお互いに無邪気な話ができるんなら合うんじゃないですかね。見分け方の具体的な手段としてね、何かに誘ってみるっていうのは一つありだと思いますね。そう相手の趣味に一つ合わせてみて、今度連れてってくださいよみたいなね、誘ってくださいよみたいなことでね、相手の趣味に合わせてみるのもいいし、こっちの趣味に誘ってみるのもいいですしね。そう会う人の見分け方、そうですよね。ただほら、それだけじゃ困るわけじゃないですかね。自分で言っておいてなんですけど、労働だったりとか、または事務的なね、人間関係の中において合う合わないというのは重要ですよね。合わなかったらね、労働がやりづらいっていうこともありますしね。そうね、なんかこう何かの組織だった団体の中にいてね、そこで顔を合わせるだけみたいな人もね、合わなかったら嫌じゃないですか。そこでの見分け方っていうのはちょっとね、難しい。でも人間関係が希薄であるのならばね、別に合わなくったっていいやっていう話ですから、悩む必要もないのかなと思いますよね。ものすごく気に入られたり気に入ったりとかね、合うなと思ったりっていう時にはね、先ほど申し上げた誘ってみる、何かに誘ってみたり、誘ってもらおうと一声かけてみるっていうのは非常に見分け方としてはね、あり得る作戦なんじゃないのかな。まあね、大人になれば合わない人間でもね、多少合わせていけばね、意外とその人の本音と自分の本音を戦わせているうちに、意外と合うなっていう人もたまにいますからね。そこまでなんて言うんだろうな、すり合わせて合うっていうパターンもあるのかなっていうふうに思いますね。基本的に僕なんかはね、さっき言ったような自己責任だったりとかね、なんかろくでもない考えを持ってない限りにおいてはね、なんせ私知っ
ってるサイコパスの一人はあれですからね、長い間付き合いがありましてね、そんなに悪い仲じゃないですからね。そう。ただ本音で話し合ってもやっぱりサイコパスだからね、ムカつくんじゃないけれどもね、こいつが周りから嫌われるのはそりゃそうだろうねっていうことは思いますけれどもね。まあサイコパスだけどね、いろんな過去があってかわいそうな面もありますからね。僕なんかはね、そうね、器が狭いけれども、なんて言うんでしょう、そういうなんて言うんだろうなね、そこまでね悪いやつじゃない限りにおいてはなんかそんなにまあと思いますけれどもね。その割に殺したいやつがたくさんね、次々生まれてくるのは僕の性格がね、器が狭いからなんだろうとは思いますけれどもね。そう、基本的にね、悪いやつじゃないっていうやつっていっぱいいそうで意外といないんですよね。そう。みんな浅はかだったり、浅いところで人間を舐めていたりね、非常に悪を悪とも思わないみたいなところがあって、非常にね腹が立つやつが結構多いイメージがありますね、人間社会を生きているとね。そうだから本質的にそんなに悪いやつじゃないならば、別に僕はそんなに敵対したりとかしませんね、基本的にはね。そうだから合う合わないの見分け方っていうのは難しい、ほとんどないなっていうのが本音ですね、私のね。ただ本当に合うなと思ったそれが事実であるのならば、もう閉めたものというかね、その人と長い間付き合って悪いことになることはほとんどなかったですね、私の場合はね、本当にね。そう。でも本当に人生一期一会なんでね、そういう人が引っ越してね、行ってしまったりとかね、悲しい別れも多々ありましたけれどもね、人生は一期一会ですからね。そう。合わない人にかまけている時間はないなっていう、そういう深い話にもなってくるんじゃないのかな、そう思いますね。そうですね。という感じでどうでしょう、ほにゃんららさん。どうでしょう。そう。なかなか見分けるのは難しいですね。難しいです。ないと、最初冒頭ないと、見分け方などないと言い切りましたけれども、ないけれども、探りを入れる方法だったりね、腰を据えてね、本音で語ってみたりっていう、方法はなくもないかなっていうのが、非常にグダグダな回答で申し訳ありませんけれどもね。そう。ただやっぱり私の経験上、やっぱりあれですね、老若男女関係ないなっていうのも一つありますよね。老若男女関係ない。上だろうと下だろうとね、男だろうと女だろうとね、合う合わないっていうのはちょっと関係がないですね。どんな立場の人でも合う人は合いますね、正直なところね。合わないやつは合わないしね。もう身も蓋もない話でしょね。ここいらで勘弁してくださいということでね。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。今日にも明日にもね、世界が滅びますように、ね、とりあえずじゃんけんしておきましょうね。最初はグー、じゃんけんほん、ということでね。そう。このじゃんけんで勝った人にはね、あれですね、良いことが起こるでしょう。ね。負けた人は私のようなね、なんて言うんでしょうね、深い悲しみに漂ってね、それもまたよしと、それもまた風流という考え方で生きてください。ね。それではもうね、これでなんとか生活しようと思いますから、なんとかね、世界最悪のチャンネルを
チャンネル登録してください。ね、まあいいねボタンとかはもうね、もうとりあえずもうあれですけども、とにかくね、チャンネル登録してください。ね、それではまたね、お題、質問、疑問、ね、お便り、どしどしね、応募してますんでお待ちしております。ネガティブマンでした。